そのピュアな気持ちでこの大地に降り立とう。アナスタシアで地球とつながる。こんにちは。今日は流木を使って取っ手を作っていこうと思います。このキッチンが完成しましたんで、キッチンのこの扉に開け閉めしやすいように流木を使って取っ手を作っていきます。一応3つ用意したんですけど、こういうなんとなくこういい感じな流木を見繕ってみました。これを、半分に切って、ここにこんな感じでつけていこうかなと思います。はい、それでは、今回使う、道具を紹介しようと思います。まずはこの取っ手になる流木ですね。はい、こういう感じで一応拾ってきたものを、洗って、ブラシでこすってホコリとかゴミを取ってある状態です。これが一応3つで、それから、ノコギリですね。ノコギリと木工用のボンド、それから、サンドペーパー、これは、80番ですね。ちょっと粗いめのサンドペーパーを用意してます。そして、いつも大活躍のインパクトドライバー、これでビスで実際に取っ手を留めたり、切りを使って穴を開けたり、ビスの下穴を開けたりしていきます。はい、では早速、作業していこうと思います。まずそれぞれ取っ手になる流木を、半分ぐらいのところで全部カットしていこうと思います。では早速切ります。はい、こういう風に切れました。そしたら切り口をペーパーを使ってちょっと整えていきます。結構粗いめのペーパーなんで、ちょっとこするとすぐに丸くなると思います。もうちょっと細かい仕上がりが欲しいときは、もうちょっと番手の上のペーパーを使ってみてください。今これ80番ですけど、120番とか180番とか240番とか、もうちょっと目の細かいものを使うときめの細かい仕上がりになっていきます。はい、ということで、これで切り口が丸くなりました。とんがってるところがあるときは引っかかったりすると痛いので、ちょっと丸めに角を取ってあげます。この切り口を、切った部分をきっちり覚えておいて、これを揃えて両方につけると美しいので、このまま2つペアで取っ手として使っていこうと思います。で、この流木の表と裏を一応いろいろ確認して、一番この可愛くてかっこいいところを使っていきたいと思います。これは多分この感じだと、こっちが表ですね。こっちの方がいい感じですね。こっちは裏、こっちを表で使っていこうと思います。表と裏、そして使う方向を決めたら、今度は実際に扉に取り付けるために平らな面を作っていきます。そのためにまずは平らな面をまず用意します。で、ここにちょっと長めに取ったサンドペーパー、これを置きまして、でここに、こすりつけていきますね。こういう風にして、後ろの平らな面を作っていきます。後ろの接地面が多ければ多いほど
しっかりと取っ手を取り付けることができるので、ここはちょっと時間かかるかもしれないんですけども、丁寧に根気よくペーパーで平らな面を作るために削っていきたいと思います。この取っ手の場合はちょっとこう斜めにして、ここに引っかかりを作りたいなと思うんで、こういうふうに斜めに後ろの面を平らにしていこうと思ってます。はい、ここを今から削りますね。こういうふうに、今この面を削ってみたんですけど、ちょっと平らな面がここでできました。ここが平らな面ですね。ここにこう斜めにこうつく感じになりますんで、ちょうどここに引っかかりができる感じになります。こういうふうにして他の流木も平らな面を作っていきます。はい、これで平らな面ができました。一応こんな感じでここ平らですね。こういう風な感じで、平らな面がそれぞれできてます。こうですね。はい。じゃあこの順番で、実際に扉につけていこうと思います。はい。では、実際にこの扉に、流木の取っ手をつけていこうと思います。実際に一回置いてみて、バランスをそれぞれちょっと、見てみてください。こういう感じですね。はい。で、ビスをきちんと決めて、この、扉の実際の厚みですね。実際の厚みと、このつける取っ手、ここから飛び出ないように一応ビスのサイズをちょっと選んでみてください。で、流木の取っ手なんですけど、形も厚みもバラバラなんで、普通の取っ手をつけるときみたいにそれぞれこう決まった場所に、何センチ何センチっていう決まった場所につけるわけにはいかないので、それぞれの流木の取っ手を見ながら、下穴の位置を決めてみてください。はい、この辺はやってみて、ですね。たっぷりボンドをつけます。
はい、ということで今日は流木を使って、取っ手を作ってみました。普段の生活の中に流木がちょっとあるとちょっと面白い空間が作れたり、ちょっとほっこりする感じがします。工夫次第でいろんなところにいろんな場所に使えると思うんで、ぜひ流木いろんなところに使ってみてください。はい、ではご視聴ありがとうございました。